もうこの期待に満ちた眼差し、一体この丸太を持ってきて何をやるのかって感じですけれども、皆さんの期待通りヘルメット置き場です。さて皆さん、人は誰でも生まれた時から実はコミュニティの中にいるんです。まず家族というコミュニティ、皆さんはそこの一員としてまず生まれます。そしてそれは年を追うごとに増えたり変わっていったりします。友人や学校、会社、地域、そういったものですね。そしてほとんどの人はそのコミュニティの中で安心感や、信頼できる関係を築きます。そこには顔が見える、そんな関係があるからです。例えば、おーい、あれ取ってくれ、はいはい、あれね。そんなコミュニティの中でしか通用しないような会話が成り立ったり、あれって変だよね、あれおかしいよね、そんな共通の問題意識を持てる仲間であったり、その他コミュニティは今日お集まりの皆さんのように共通の目的を持った仲間のいる場所として、皆さんも自分もその中にいると思います。それでも時に閉ざされたコミュニティというものも存在します。そこでは個人の考えよりも受け継がれてきた考えというものが尊重されて、それが当たり前という風潮が浸透している場合があります。そこではそれはその中でずっと生まれ育った人や長い間その中に身を置いている人にとっては当然当たり前という考えなんですけれども、外からやってきた人にとっては違和感を覚えることがあります。僕が12年前です。日本の山を守りたい、そう思ってやってきた天竜の森。そこには数百年受け継がれてきた日本三大人工美林の一つと言われている天竜の森と、そしてそこで営まれてきた林業がありました。そこで僕は木こりとして働き始めたんです。町からやってきた自分にとって見るものすべてが新鮮でした。見渡す限り緑、満員電車も交通渋滞もない。汗をかいて仕事をして透き通った川の水で顔を洗う。緑の中で弁当を食べて寝転ぶと、こう頭の上に日に透けた楓の葉がサラサラっと揺れてるんですね。たまに地域のお年寄りからよくこんな何もないところに、そう言われたりもしましたけれども、一度もそう思ったことはありません。僕はこう思ってます。ここには都会にはないものが全部ある。この仕事を選んで本当に良かった。林業は素晴らしい仕事だ。その思いは12年が経った今も変わることはありません。しかし同時に林業は閉ざされたコミュニティでもありました。仕事に行けば会話をするのが 2,3 人というのが当たり前の世界なんです。それどころか今日は誰にも会うことがなくて、会話をできたのはカモシカだけだった、そんな日もあったりします。森は仕事として関わる一部の人間にしか開かれていない場所だったんです。そしてその中で林業はいろいろな問題を抱えていました。就労人口の減少、高齢化、そして木材の価格の低迷。運び出してもコストの合わない木が山の中に切られては捨てられているんです。それでも切らなくては森は荒れて山が崩れてしまう。つまり守るためには切らなければいけないという現実があったんです。守るために木の命を捨てなければいけない。自分にはそれをどうしても当たり前の考えにすることができませんでした。そこで仲間に伝えてみたんです。するとこんな答えが返ってきました。
仕事だから仕方ねえらです。現状を仕方がないという一言で受け入れてしまうのは非常に簡単なことです。そして仕方ないと言ってしまえばそれ以上考えることもなくて済みます。それでもそれをどうしても自分は当たり前として受け入れることができなかったんですね。そこで考えました。この捨てられていく木があるという現実は、それを当たり前だと思っている一部の人間しか知らない。もしかしたらこれを大勢の町の方たちに伝えることができたら何かが変わるかもしれない。そして僕は決意しました。山を降りて町へ行こう。町へ行って森の中で自分たち木こりが何をしているのか町の人たちに伝えよう。森の課題も現状も、そしてもちろん素晴らしいところも町の人たちに伝えられる顔の見える木こりになろう。小さな子どもたちとの木工体験に始まり、小中高生の出前講座。最初は子どもたちを前にしてうまくしゃべることができなかったんですが、伝えては考えて伝えては考えて、それを繰り返してくるうちに今ではこの程度にはしゃべれるようになりました。そして丸太を担いでチェーンソーを持って街中でチェーンソーの実演もしたりしました。普段なら木こりが木こりとして出かけていかない場所へ行っては町の人たちに森のことを伝えました。それが1年2年そして8年、気がつけば数千人の町の人たちに森の話をしていたことになります。そして反対に町の人たちを今までほとんど町の人たちが足を踏み入れたことがない木こりたちのフィールドである森に案内したんです。そこでも自分は一生懸命に森の課題を伝えました。木材の価格が低迷していて、それによって捨てられていく木があって、その時課題を抱えていた自分が見ていたものは杉やヒノキといういわば家の材料として価値のあるものだけでした。ところが町の人たちは同じ森の中で違うものを見てたんです。この苔かわいい。この葉っぱもらってもいいですか。町の人たちが求めるものって一体何だろう。そこでちょっと気づかされたんです。もしかしたら山の中には杉やヒノキ以外にも町の人たちが求めるものがあるんじゃないのか。作業の時に邪魔になるんで買って捨てられてしまう小さな木があるんです。町の人たちを山に案内するとその枝を折って香りを嗅いでもらうんです。するとほとんどの人がいい香り、そう言って驚いてくれます。山の人にとっては必要のないもの、町の人にとっては良い香りのする驚くべきもの。例えばそれを何かに活かせないか。試行錯誤の末、その木をお茶にすることができました。今そのお茶は浜松の街中のカフェで飲むことができます。森の木のお茶、それは単なる商品開発ではなくて、お茶という町の人たちが入りやすい入り口からちょっとだけ森に入ってもらうためのものです。そしていつか実際に森へ足を運んでもらう。そして森を身近なものとして感じてもらうことが、これから町の人たちが森のことを考える上で大切な一歩じゃないかと思っているんです。町の人たちが求めるものは杉やヒノキだけじゃない。他の植物も環境も、そして森そのものも町の人たちは求めているんだ。たくさんの人を
山に案内する中でそんなことに気がつきました。そして自分が山を降りるきっかけになった捨てられていく木、それもまた町の人たちと出会えたことで今一筋の光を見出しています。自分が4年間関わっているフジモックフェスというイベント、そのイベントの参加者の中から木と向き合いすぎて仕事を辞めて自分で工場を借りて木の加工をするという人が現れました。その人は笑いながらこう言います。木に人生狂わされたってでもね、気持ちはわかる気がするんです。自分も縁もゆかりもないところから森や木というものに惹かれてここに来ました。木というものは、日本人の心のどこか奥底の部分に訴えかける強い力があるんじゃないかと毎日木と向き合っていながら僕はそう思っています。そして今そんな捨てられていた木は本当に少しずつではありますが、そんな方たちのもとでこうした森のスピーカーのように新たな命を与えられています。森の課題を町の人たちに伝えたい。最初の自分の思いは一方通行でした。ところがたくさんの町の人たちと関わる中で、今までつながりにくかった山と町をつなげるための顔の見える木こりになっている、そんな自分に気がつきました。山と町が一緒になった新しいコミュニティ、今まで不要だったものを生かすための考えはそのコミュニティの中から生まれてきています。現在浜松の森林率って66% あるんです。そしてそのうちの 76% が人が一本一本木を植えることによって作られた人工林といわれる自分たち木こりのフィールドなんです。そしてその大部分が戦後の拡大造林という政策によって作られた、いわば70年近く前のデザインの森なんです。それから時代は変わりました。今でもまだまだ山の中には捨てられていく木があります。そして人々の求める森の姿も変わってきていると思います。自分はこれからの森は100年後の人たちにも必要とされる、そんな森であるべきだと思っています。100年後の山の人にも町の人たちにも必要とされる森。今自分は山を借りてそんな森づくりを始めました。それでも森は数年ではできません。その森ができるまで自分が生きていられるか、それも分かりません。それでも自分は林業の中から大切な考え方を学びました。林業は森というバトンを世代を超えて引き継ぐリレーなんです。祖父が植えて父が育てた木を自分が切る。だから自分が作ろうとしている森もそうやって次の世代に受け継がれていけばそれでいいと思います。ただその中には町の人たちも入ってほしいんです。なぜなら僕が作ろうと思っている森は今この地域に生きる人、そしてこれからこの地域に生きていく人への木こりからの森のプレゼントだと思っているからです。僕は森が大好きです。そしてそこで働いている木こりたちが大好きです。一昔前ならば木こりたちは山の中でひっそりと木を切っている、それだけでよかったんです。でもこれからはちょっと違うんじゃないかと思います。山や森に対する責任を町の人たちや山の人たちが果たすために毎日木と向き合い、山の現状を誰よりも知っている、そんな木こりたちが誇りを持って声を上げるべきだと思います。
そして外に出ればこうして今まで出会うことがなかったたくさんの人たちがいて、そしてたくさんの違う考え方があります。そんな人たちと今までなかった新しいコミュニティを作る。当たり前を当たり前じゃなくすためのヒントがきっとその中にはあるはずです。僕は山を降りました。そしてたくさんの町の人たちとつながりました。今まで不要だったものに価値を見出すことができました。100年後の森のビジョンが見えてきました。そして何よりこうして町の中に自分と同じように森のことを考えてくれる仲間がたくさんできました。顔の見える木こり、そうなったことで今自分のもとには現場作業員としては考えられないようなこういった素敵なお話をたくさんいただいています。たまにいろいろやりすぎて一体自分が何者だったのかわからなくなってくることがあります。それでもあなたは何者ですか？そう聞かれたら僕は誇りを持ってこう答えたいと思います。はい、自分は天竜の山の木こりです。